皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回は、マスクツールでパーツを取り出して作るサメ。水に溶けちゃいそうなサメを、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。今回もこの球体を、リメッシュして始めます。解像度はすべて、300と設定しますよ。まずはサメの頭から作ってみますね。それでは、セルマスクツールの、長方形を選択して、ギズモで変形します。マスクで指定した部分は、形を保ったままで編集できますよ。回転軸を選択すれば、ギズモだけを移動できますよ。マスクの削除は、上部、すべてクリアをタップします。あとは、ドラッグツールを使って形を整えます。体は大きな背びれのあたりまで作ってみますよ。分割ツールを使って、体のパーツを切り離しますよ。体は後で連結させますので、このスライスの部分だけです。セルマスクを使って、抽出するパーツをデザインしますよ。広い範囲の指定には、長方形を使ってみます。また、上部、対象がオンになっていることを確認しますよ。楕円形に変更。マスク解除を使って目を指定してみますね。これは消しゴムみたいに使えますよ。マスク解除を取り消して、楕円形で模様を描いてみます。断面を確認すると、マスクが貫通していましたので、マスクツールに変更して、マスク解除で消しちゃいます。ついでにサメのエラを描いてみますよ。それでは、マスクで指定した部分を取り出しますよ。上部、設定マスクから、高さを指定します。今回は、0.005 にしてみましたよ。次に、スムーズを編集して、エッジを滑らかにします。下へドラッグして、浮き出しをタップして終了です。元の頭は必要ないので、シーンから削除しますよ。さて、スライスした体も同様にパーツを取り出します。しばし、カキカキ。次は大きな、背びれを作りますよ。
シーンを呼び出して、追加をタップ。クワッドスフィアを選択します。プリミティブの、ポスト分割を7に設定しました。これで面が少し滑らかになったでしょうか？そして解像度300でリメッシュしますよ。ギズモを使って薄くしたこの球体を、ドラッグツールで大まかな背びれの形に編集します。それでは頭同様、セルマスクツールで指定してみますね。パーツを取り出す手順も全く同じです。完成した背びれを複製して、胸びれとして配置してみます。チューブツールで背びれ付近にチューブを配置。上部ツールバーのミラーをタップします。シーンを呼び出して背びれをクローンします。3点リーダーの名前から名前を変更しますね。このヒレをドラッグしてミラーとグループにしますよ。チューブは必要ないので削除します。それでは、ギズモを使ってお気に入りの位置へ移動します。次はサメの体を編集します。クローンを使ってスライスした体を複製します。シーンを呼び出して、追加をタップ。リピーターの曲線を選択しますよ。では、ポイントをドラッグして水平にします。次にオブジェクトを選択して、スナップの90を使ってギズモで垂直にします。再びシーンから曲線を選択。上部ツールバーの数をドラッグして、パーツを増やします。また、上部、半径をタップ。大きさの編集点を増やしますよ。ライン上をタップすれば、移動のポイントを増やせます。視点を上にしてポイントを編集すれば、泳ぐサメも簡単に作れそうです。多分ね。オレンジ色のポイントで大きさを変え、サメらしい体型にしてみますね。さて、背びれと同じ方法で、尾びれを作っていきます。これで、水に溶けちゃいそうなサメの完成となります。3月22日は、世界水の日。世界中で水の大切さを考える日です。私たちは一体何をすべきでしょうか？そして、どこから始めるべきでしょうか？それはあまりにも広大で、そして、とっても深い問題です。
お粗末様でした。